また来るよ。大丈夫。僕が見守っているからね。公文さんの声だ。彼女さん本当にいたんですね。あ、そうですか。すい。寄りつかなかった家に虫が知らせたのか、久しぶりに戻った時に事件は起きたそうです。ただいま。事件？まだいらしたんですか。なんか水木と江田君のこと考えると。そうな、なんか脱力しちゃう。どうにもならないこと知ると。くもんちゃん、お腹空いたって。ウーバー頼んでいい？もちろん。やったね、ウバ。私はおばウバ。おばウバ。おばウバ。ウバ。子供か。しかし公文さん、物語に書けないのにどうしてあそこまで解説してくれたんですか？それは私のためですよね。え？親友の水木の潔白を私のために証明してくれたんですよね。なぜ私がそんな面倒なことしなきゃならない。単なる頭の体操です。公文さんはそうでも、私に疑似恋愛してくれてる三島公平さんがフォローしてくれたんです。ありがとう、閉じ込められてる三島さん。聞こえますか？そう思いたければ思えばいい。なるほどな。全ては水のためですか。水の信じたくないという思いに応えた。かっけえ、三島公平かっけえ。公文さんどうです？この際疑似とか言わずに2人付き合っちゃえば。いや、そういうつもりで言った。あなただって恋人の1人や2人いたっておかしくないんだし。2人はおかしいでしょ。そうだね、言葉のあや。私は完全に飼い猫認定だにゃ。にゃ。そう確かに2人はおかしいね。つまり私にはすでに恋人がいるという意味です。くもんちゃん、私のことワンちゃん。お前は猫だにゃ。にゃ。ああ、また妄想の彼女がいるとかなんとか。現実に存在する。見たことも聞いたこともないしよ。この人パジャマって病院ですか？長患いしています。私は時々つぼみ、彼女の見舞いに。つぼみさん。嘘、知らなかった。知ってるのは編集長だけかな。私が多忙の時は着替えなど補充してもらってるんで。長患いってどこがお悪いんですか？まあそれは個人情報なので。ただおかげさまで回復基調にあります。どっかの適当な画像じゃ。はあ？また来るよ。大丈夫。僕が見守っているからね。公文さんの声だ。彼女さん本当にいたんですね。はい。なんだ。水。何か思わせぶりな態度で勘違いさせてしまったのなら謝ります。勘違い？理論的にもクリエイターの疑似恋愛など期間限定です。また新たな物語が始まれば私も三島公平も次のヒロインに感情移入する。あ、そうですか。水。ウバ。ウーバーな。遅い。水。少々お待ちください。ずいぶん応対が違うな、前と。所詮売れてなんぼか。黒目先生、これ出張先のお土産です。どうぞ。どうも。連絡くだされば私の方から参りましたのに、わざわざ社まで。で、今日いるんじゃないですか。はい。
公文さんに恋人見せられましたよ。病室？ああ、つぼみさんですか。つぼみさんだか椿さんだか忘れましたよ。知ってるんなら教えてくださいよ。女子的恥じらいに2票とか人が悪い。あああじゃない。連載やめますよ。あ、そんな。いやこれは冗談。一度こっちから言ってみたかった。また今後10年こもり人になったらどうしてくれるんですか。つぼみさんは妹です。三島公平さんの。え？三島つぼみ。血のつながらない。ほら少女漫画あるあるの再婚同士の連れ子的な王道。本当の妹さんです。それならどうして恋人だなんて公文さんは。公文龍炎にとっては恋人なんです。またややこしいこと言って。三島さんのお父さんは亡くなられて、中学3年の時お母さんは再婚されたようです。まあ表向き反発したわけではないでしょうが、兄である浩平さんは高校から全寮制に。まだ小学生だった妹のつぼみさんと連絡を取り合ってはいたらしいんですが、まあ大学で一人暮らしを始めてからはメールを時々するくらいで、まさか中学から不登校になったとは知らなかったようです。妹さんもこもり人に？寄りつかなかった家に虫が知らせたのか、久しぶりに戻った時に事件が起きたそうです。ただいま。事件？お母さんと再婚相手も？2人とも一命は取り留めましたが、つぼみさんは医療少年院。何か直接の原因が？さあ、それは三島さんも詳しくは聞いていないようです。自分が妹を半ば放置したと罪悪感が強かったからか、あるいは。聞くに耐えないことが。つぼみさんはその後も自傷行為を繰り返し精神不明。三島さんはその頃からつぼみさんをモチーフにしたラノベ小説を書き始めました。物書きの業ですね。不思議なことにヒット作を連発するようになります。かわいそうな妹を冷徹な目で物語に組み込み、やがて次々アニメ化、空前のブームを。編集長がおっしゃってた、それが悪魔と取引。公文龍炎の誕生です。死にたがる彼女を1000回救う。はい、それもまさにつぼみさんのことです。公文さんはつぼみさんにある時、催眠療法で辛い過去を消去させました。オレンジのウィッグで別のキャラを埋め込んだんです。それがアガサ。だけどそんなことを。公文先生がどれだけあの病院に寄付金を出していると。2次元から3次元、リアルなヒロインになったスイちゃん。私は孤独でストイックな公文さんがもしかしたら恋をと。すいません。拒絶したのは取引違反だと感じたからですね。成功と引き換えに私生活での幸せを望んではいけない。いや望んだとしてもうまくいかないだろうという強迫観念のように。クリエイターにとって何が幸せかって難しいですけど。